9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。コメントをいただきました。ありがとうございます。これは先週の日置の回ですね。近くのスーパーに日置が売られていて気になっています。4セント、価格がちっと手を出しにくいです。疎外煮の倍ですからね。普通に飲める感じですか。なんせ飲酒の情報がないので。そうですね。日置はおっしゃる通り情報が少ないようです。また家で飲むには少しプレミアムな価格なため、気にはなっても手が出しづらいという気持ちはよく理解できます。ただこれはハイボールがお好きな方でしたら買っても損のないウイスキーだと思います。特に料理との相性が良く、爽やかな味を楽しむことができ、個人的には甘みを抑えた印象で、ソーダで割っても負けないしっかりとした味と余韻があります。機会があったらぜひ飲んでいただきたいですね。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。スコッチウイスキー業界にとって極めて大きな転換点となる動きです。アメリカのドナルド・トランプ大統領がスコッチウイスキーに課されていた関税を撤廃すると発表しました。この決定を受け、業界団体であるスコッチウイスキーアソシエーションは正式にこれを歓迎する声明を発表しています。そもそも問題となっていたのは2025年に導入された 10% の追加関税です。この関税によってスコッチウイスキーの最大市場であるアメリカへの輸出は大きく打撃を受けました。実際に輸出量は約 15% 減少。業界全体で週あたり約400万ポンドの損失という深刻な状況に陥っていました。さらに2026年にはこの関税が 25% へ引き上げられる可能性も指摘されており、業界にとっては非常に大きなリスクとなっていました。そんな中で今回の転機となったのがイギリス王室のアメリカ訪問です。トランプ大統領はこの訪問をきっかけに関税撤廃を決断し、王と王妃への敬意としてこの措置を取ったと説明しています。実際海外報道でもこの決定は外交的な象徴的ジェスチャーとして位置づけられており、単なる経済政策以上の意味を持つとされています。この決定に対して現場の反応は非常にポジティブです。蒸留所からは変革的、ゲームチェンジャーといった声が上がり、価格競争力の回復や市場再拡大への期待が高まっています。またアメリカ側の業界団体もこの動きを業界全体にとっての大きな勝利と評価しており、両国にとってプラスになる決定と見られています。今回のニュースでよく語られるのが年間約200億円規模の回復効果です。しかしこの数字の本質は単なる売上回復ではありません。重要なのはスコッチとアメリカンウイスキーの相互依存構造の回復です。スコッチは主にバーボン樽で熟成され、アメリカはスコッチ市場に大きく依存する。つまりこの関税は両国のウイスキー産業を同時に傷つけていたわけです。今回の撤廃はこの循環構造を正常化する意味を持っています。ただしここで注意すべき点もあります。一度落ち込んだ市場はすぐに完全回復するわけではありません。実際最新報道でもアメリカ市場は依然として最大規模である一方、回復には時間がかかる可能性が指摘されています。また今回の一件はウイスキー産業がいかに政治・外交の影響を強く受けるかを改めて示しました。今回の動きが単なる回復にとどまるのか、それとも新たな成長フェーズの入り口になるのか、2026年のウイスキー業界を占う極めて重要なニュースと言えるでしょう。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラマ FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、
おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はアードナムルッカン蒸留所からアードナムルッカンシングルモルト10年です。西ハイランド地方のアードナムルッカンはサンアート湖畔にあるグレンベックに位置し、すべて地元で採れたものを使用して製造することを誇っています。2014年の公式オープンには皇室の秘伝家も参加され、同年に最初のスピリッツを蒸留しました。オーナーは独立系ボトラーズのアデルフィー社で、唯一無二の個性、妥協なき上質の味わい、サステナビリティへのこだわりという3つの原則のもと、業界屈指の蒸留所へ駆け上がりました。今回の10年は定番品で、アニバーサリー限定品とは樽構成も異なり、98% がバーボンダル熟成、2% がシェリーダル熟成、アンピーテッドモルトが 52%、ピーテッドモルトが 48% となっています。度数もノンエイジの定番品と同じ 46.8% で瓶詰めされています。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味はゴールドですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはオレンジの皮や熟した果実。ミドルノートはわずかにミネラルの香り。ラストノートはミントの青い香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりはクリーミーでボディはミディアム。ソルティーな風味からアーシーなピートの苦み。その中から現れるバニラと蜂蜜。オレンジピールやドライアプリコット。煮詰めたリンゴ、洋梨のような複雑な果実味。フィニッシュは柔らかいホワイトペッパー。落ち着いたピートスモーク。かすかな塩気と柑橘の香りが程よく余韻に続きます。初の10年熟成の定番ボトルで素晴らしい味わいです。ベンネビスやベンロマック、オーバンと比べ引けを取らない仕上がりだと思います。塩味と果実味、そしてクリームのような口当たりにピートやミネラルのアクセント。アードナムルッカンがある海辺の村グレンベックを彷彿とさせるボトルになっていると思います。主張の強い珍しい樽ではなく、その多くをバーボンダルで熟成させたことで原酒の特徴を力強く表現しています。ストレートやロックがおすすめです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはアラン蒸留所からアラン・バーレー10年をご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。